第1。はい、今日はですね、イヤートレーニングですね。コードを聞き取る練習。こちらについてシェアハピしようと思います。イエーイということでですね、イヤートレーニングって別に何なのかっていうと、音を聞いて、何の音かっていうのを、鍛えていくっていう、そういう意味なんですけど、そうは言っても、いろいろあるじゃないですか。そのトレーニングで、どういう内容かってね。で、日頃から耳を良くしたいっていうかね、その音を聞き取れるようになりたいって、思っていらっしゃる方、多分いらっしゃると思うんですけど、音を聞き取るっていろいろあるんですよね。例えば、このドとか、レとか、いろいろあるんですけど、今回は、コードを聞き取るという点に、ちょっとフォーカスを当ててね、ちょっとシェアハピしようと、ちょっと思いますね。じゃあ、コードを聞き取るって言ったら、って思うじゃないですか。で、まずは、メジャーなのかマイナーなのかっていうところを、聞き取れるようになるといいと思うんですよね。大体の曲って、ざっくり言ったら、明るい曲か暗い曲か、この2種類なんですよ。もうざっくり言ったらですよ。そんな細かく言ったらあれですけど、で、このしずチャンネルって多分、そういうジャズとかポップスとか、そんなん好きみたいな人が、ちょっとよく見てると思うんですけど、それも結構もうほんまメジャーとマイナーで、どっちか分かれるんですけどね。まず、この音は何の音かっていうところも大事なんですけど、まずは、これって明るいのか暗いのかみたいな、要するにメジャーなのかマイナーなのか、そういうところをね、聞き取れるようにすると、いいと思うんですよ。ということでね、ちょっと今日はね、そのメジャーとマイナーがどう違うのかと、あと、ちょっとしずチャンネルから、ちょっと問題をね、出してみようと思うんで、今のうちに、お手元に、メモと鉛筆をご用意していただくと、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっと本題に参りましょう。はい。ではまず、ちょっと構造からね、話していこうかなと思うんですけれども、コード C と、C マイナー。この違いについて、まず、説明していこうかなと思うんですけど、で、まず、C メジャースケール、ちょっとこちら。ね。ドレミファソラシド。これご存知ですよね。で、C って、1度目と3度目と5度目。これが、まず重なってるんですよ。で、C マイナーって、これのその3のところが半音下がってるんですよね。構造的に言ったらこんだけなんですよ。ドミソなのか、ドミのフラットソなのか、みたいな。この違いなんですよね。でも、マイナースケールって絶対ミフラットになってると思うんですけど、そんな感じで、この、3度目の音が、つまりこの C で言えば、ミがフラットしてるのが、マイナーという、感じですね。ちょっとね、一回、響きをね、比べてみましょう。はい。まずは C。はい。そして C マイナー。はい。いかがでしょうか？ C の方。つまりこれね、C メジャーとは言ってないんですけど、メジャーっていうね、方なんですけども、これ明るいっすよね。結構。明るくないですか？ほんで、マイナーの響き、暗かったじゃないですか。暗くないですか？この違いを、知ってほしいなっていう、そういう感じですね。はい。では、今のね、ことをちょっと理解した上で、私、しずチャンネルから、5つの、問題を出そうと思います。それはね、どういう問題なのかっていうと、コードを鳴らすんで、メジャーなのかマイナーなのかっていうのを答えてほしいんですよね。明るいのか暗いのか、ちょっとこのあたりを、答えてほしいんですね。ちょっとメモにね、先ほど言ったと思うんですけど、ちょっとメモに、メジャーとかマイナーとかちょっと書いてね。で、ちょっと後で、答え合わせできればなと思いますんで、ちょっと一回、行ってみましょう。どうぞ。しずチャンネル。はい。では、コードを聞いて、メジャーかマイナーかを、聞き分けて、ちょっと答えてみてください。それでは第1問。もう一回いきます。はい。では次、第2問。もう一回いきます。
はい。では次、第3問目。もう一回鳴らします。はい。では次、第4問目。はい、もう一回。はい。では、最後、第5問目ですね。まあ、頑張ってみてください。もう一回いきまーす。はい、テストは以上でございます。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。じゃあ、回答に行こうと思います。答えは、1、マイナー。これは D マイナーですね。次、2、これはメジャー。これ A ですね。で、3、これはメジャーですね。コードは G です。4、マイナー。こちらは E フラットマイナーですね。で、5、メジャー。コードは F シャープです。いかがでしたでしょうか。ちょっと一つ一つ見ていきましょう。まず1の、マイナーですね。D マイナーなんですけども、コードトーンはこんな感じですね。で、ファーラ。マイナーなんで、本来というか、メジャーの場合は、ファーがシャープするんですけど、これマイナーなんで、半音した、下がって、ファー、普通のナチュラルのファーになりますね。次、2のメジャー。これは、コードは A ということだったんですけれども、これもラ、ドのシャープミですね。A って3度がドのシャープになってると思うんですけども、そういう感じですね。3は、メジャーということで、コードは G です。これも、そうしれっていう感じですね。4、これはマイナーは、これ E フラットマイナーなんですけど、ミのフラット、ソのフラット、C のフラットっていう感じですね。これもメジャーだったら、このソのフラットが、普通のナチュラルのソになるんですけども、これはマイナーなので、フラットして、ソのフラットとなります。で次、5、メジャー。コードは F シャープっていう感じですね。ファーのシャープ、ラのシャープ、ドのシャープ。F シャープの、メジャースケールとか、めちゃシャープまみれなんですけど、ちょっと、それも、ちょっと復習していただいて、ちょっとね、また、じっくり、ちょっと考えていただければなと、ちょっと思いますね。はい、ということでした。どうでしたか？たくさん解けましたでしょうか？さっきちょっとコードトーン、この音で、とか言って、やったと思うんですけど、一回、これを、ピアノとか、そういうので、弾いてみて、耳で、やっぱちょっと、確かめてみてほしいんですよね。コードの聞き取りって、やっぱり、コード楽器でないと、鍛えられないと思うんですよ。よく、コードトーンを吹くとか、例えば、C だったら、ドミソって吹くとか。これ別に意味ないことないんですけど、やっぱり、コードって、音が重なってこその響きなんですよね。意味わかります？サックスって音、重ねられないじゃないですか。重ねようと思ったら、3人くらいいるじゃないですか。サックス吹く人。ドミソって、バーで一斉に吹くみたいな。あるかもしれないですけど、基本的にそのメロディー楽器なんで、単音しかやっぱ音出ないんですよね。で、やっぱり、音、ガンって一緒に同時に鳴らせるようなもの。だから別にギターとかでもいいと思うんですけど、そういうので、ちゃんとコードトーンを目で確かめて、で、実際弾いてみて、で、耳で確かめるっていう、これね、絶対必要なんですよね。で、このしずチャンネルでは、やっぱアドリブとかやりたいみたいな人って多分いらっしゃると思うんですけど、そういう時にやっぱり、コードを聞き取る耳って、それは必要じゃないですか。必要なんですよね。やっぱり、そういうのって、実際弾いてみて、で、耳で確かめるっていう方法が、もう一番近道だと思うんですよね。今回のやつは、別に、コードネームをしっかり
当てに行けっていう話じゃないじゃないですか。暗いのか明るいのかだけちょっと聞き取れるようにしたらどうですかみたいなこと言ってると思うんですけど、このあたりをねちょっと一回やってみてほしいですね。ペンタトニックスケールの話とかねよくやってると思うんですけど、メジャーとマイナーのペンタトニックスケールってあると思うんですよ。ちょっとここまた見てみてほしいんですけど、あれも結局今回話したメジャーの響きとマイナーの響きっていうのが耳にちょっとないと難しい部分であると思うんですよね。だからとりあえずちょっとちょっと頑張ってみてください。じゃあ、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。